2026年春に新発売になったソフト99の最新コーティングレインドロップゴールドグロス。気になっている方も多いと思いますが、こういうコーティングって説明書通りにやっていても本当にこれで合っているのか不安になる方も多いと思います。そこで今回はこのレインドロップを開発したソフト99の中の人に正しい施工方法を直接教えていただきました。綺麗に仕上がるコツや開発者だからこそわかるこだわりまで詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はよろしくお願いします。ソフト99の商品開発部の溝口です。よろしくお願いします。で今日なんですけど、最近新発売されたと思うんですけど、ちょっと裏の説明書を見てたら果たして合ってるのかわからなかったんで直接聞きに来ましたんで、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、簡単に開発だからこそ言える商品の紹介を、こだわったポイントとかを3つほどお願いします。わかりました。まず1番目はこういうツヤ系のコーティング剤を使われた時に結構ムラとかって気になったりしますね。そうなんですよ。なんか外で塗った時はムラなく綺麗になったなと思うんですけど、暗いところに持ってって電気当てると結構ムラがあって、やってしまったなってことはめっちゃあるんですよ。そうですよね、そのしっかりとしたツヤは出しながら、そのムラが出ずにすっきり仕上がるっていうところのバランスを追いかけたっていうのがまず一番のこだわりポイントですね。あとは使った後にすぐに体感してもらえるつるすべ感っていうんですかね、つるすべ感、いわゆるスリック性って言われたりとかするような、触り心地、肌触りの良さっていうところもこだわりポイントの一つになってまして、あとは今回高反応型シロキ酸っていう製品を使ってまして、それが排水耐久性を伸ばすために使った新しい成分になってます。大体耐久どれぐらいなんですか？この商品は、排水耐久約7ヶ月。7ヶ月、めっちゃ長いですね。ボディで7ヶ月、ガラスで3ヶ月の耐久性になります。わかりました。じゃあ早速、施工をお願いします。じゃあ早速車を洗車からじゃあ始めさせていただこうと思います。やっぱりあれですかね、範囲コーティングやっぱする前はちゃんと洗車した方がいいんですよね。しっかり汚れを落としていただいた方がいいです。じゃあ早速洗車お願いします。ここからはコーティングを施工する前にしっかりと洗車をしていきます。今回撮影しているこの場所、実はソフト99さんが運営している東大阪にある時間貸しの洗車場、アラウデイ。水染みになりにくい純水が使い放題、隣の人の目線を遮るブース型、さらに高圧洗浄機や泡マシン、洗車後の水滴を飛ばすブロワー、タイヤの空気入れ掃除機など、時間内なら全て使い放題。従来の洗車場みたいに時間に追われないので、落ち着いて洗車したい方はぜひ実際に行ってみてください。じゃあ足回りからということで。足回りから、でまずは、足回りをホイールですね。ホイールを泡まみれにして、すごいな、泡まみれになりましたね、一瞬にして。でですね、泡まみれにした状態で、この状態から洗ってもらってもいいんですが、さっき取ってきた泡ですね。泡装置から持ってきた、これも一緒に使いながら洗っていきたいと思います。広い面はこのスポンジとかで洗っていきまして、ホイールとか洗われるんであれば、ちょっとブレーキダストとかきつい汚れの時は専用品持ってきていただいて使っていただくとかがいいですかね。これちょっとデコボコした細かいところはこういうブラシでスポンジではちょっと追い込めないところとか取っていったりとか、細かい隙間とか、そういうところですね。角の筆で攻めていくと。そうですね。結構複雑なデザインのホイール多いんで、そういうデコボコにもこういうブラシであれば対応しやすいんで、これで1本終了なんで、あと残りやって次はボディということですね。結構濃いですね、泡。そうですね、しっかりした泡が。この泡も時間内で使い放題。そうですね。この車の下が溝になってるんで、全部下に落ちるのいいですね。下に水とか溜まると全て危ないんで。そうですよね。そういうのが滑りにくいような、これめっちゃ画期的ですね。じゃあもうとりあえず足回り終わったんで、次は天井からということで。じゃあお願いします。これ洗車する時のコツって何かあるんですか？たっぷりの泡をつけて、そんなに力を入れてゴシゴシこすらないでも、しっかりシャンプーの泡で汚れを浮かせられますんで、そこをある程度撫でるような感じで洗っていただく。撫でて汚れをすくっていくみたいな感じですか？そうですね。あとは服装、その時の服装にもよるんですけど、今はこんな格好ですけど、上着とか着られてる時に金具部分がちょっと当たったりとかしないようにとかは。そうですね。金具とか当たったら速攻で傷つきそうですもんね。
はい、じゃあこれで一旦洗車が終わったということで撥水チェックをお願いします。そうですね、今全く何もしていない状態、何も塗ってない状態の撥水がこれです、はい、どうですか、弾いてますか？樹脂独特の弾き方という感じで、特にこの車何もやってないんで月1洗車ぐらいはしてるんですけど、新車特有の塗装の弾きみたいなのは出てますけども、撥水とかっていうわけでは、バチバチ効いてるわけではないそうですね。もう普通ですよね。何もやってないんで、ベターっとした感じですね。そうですね、全然撥水とかもしてないような感じですね。一旦流し終わりましたんで、エアで水分を飛ばしていきたいと思います。はい。一通り洗車が終わってこんな感じですね。で今からレインドロップゴールドグロスを施工してどこまでツヤが上がるのかお見せしたいと思います。はい、じゃあこれで一旦洗車が終わりました。早速コーティング作業に入りたいと思います。今回のレインドロップゴールドグロスなんですけども、これ吹き上げてますけども、吹き上げずに水滴残った状態でも使ってもらえる商品なんですが、よりツヤ重視の施工をするんであれば、乾いた状態で使った方がより効果が体感しやすいので、なるほど。今回1回吹き上げて一番いい状態で見ていただこうかなと思います。乾いた状態で、使っていただくときはクロスが付属しているんですけども、この付属のクロスを濡らして固く絞って、で、使っていただきます。なるほど。でこのクロスなんですけど、これも実はこだわりポイントみたいなもんなんですけど、業務用のコーティングにも使ってるクロスを今回採用してまして、コーティング被膜を仕上げるのに一番最適な仕様になっているというか、拭き取り性とか滑り性とか吸水力みたいなところのバランスが一番いいクロスを今回採用してます。言ったらクロスがプロ仕様みたいな。クロスがプロ仕様ですか。はい。じゃあ早速施工ということなんですけど、まずどっから施工した方がいいんですか？そうですね、まずはガラスから施工していきます。ガラスボディの順番で施工してくださいという使い方になってまして、これクロスで吹き上げていって仕上げていくんですけども、ボディとかだとひょっとしたら残ってる汚れとか拾ってしまってたりとかして、そういうのも相まって、ガラスにちょっと余計な汚れとかを残してしまって視界不良とかにならないように、最初はガラスをきれいに仕上げていただいて、その後ボディに移っていただく。はい、わかりました。じゃあガラスからお願いします。でまず、本体をよく振ってもらって、トリガーのスプレーの先端をオンにしてもらいます。50センチ四方に1ショットが使用の目安になりますんで、50センチ四方に1ショットしていただいて、であとはそれで塗り広げる感じですか？塗り伸ばしていきます。結構伸びのいい液剤になりますので、窓ガラス1枚もう1プッシュぐらいでいけそうな感じですかね。そうですね、窓ガラス、これぐらいのサイズであればワンショットで問題ないです。はいね、なんか拭きムラとかも全くないですね。綺麗に仕上がりましたね。これはこだわりポイント。こだわりポイントで施工性のところですね。次その小窓ですね。ここもワンショットでちょっと多めなんですけども、それでもムラになりにくいっていうところをお見せしたいかなと思います。シュッとして拭くだけと。そうですね。一般の方結構液多めに使ってしまいがちなんですけども、そういった方が使っても極力そういうふうなムラになりにくいような処方になってます。じゃあ次リアガラス、同じく50センチ四方を目安に1ショット拭いていただいて塗り伸ばしていくと。簡単そうですね。そうですね、もうどなたでも使ってもらえるようには作ってますんで、コツというかイメージとしては、これガラス撥水剤とかもそうなんですけども、縦横縦みたいな感じでしっかり拭いていただくと塗り残しみたいなものを防げますんで、それで拭いていただける。仕上げていく過程で同じ面を使い続けていくと、クロス側に成分とかが溜まりすぎて仕上がりにくいとかっていうふうなことがあるんで、適度にクロスの面を変えてもらいながら施工していっていただくと、施工ムラというかそういう失敗みたいなものにはなりにくいです。
じゃあ一旦これで窓ガラスは終わりということで、じゃあ次はどこ行きましょう。次はじゃあボンネット施工していきたいと思います。こだわりポイント2つ目で、つるすべ感っていうふうに言ったんですけども、今の何もしてない状態で一回ちょっと触ってみていただいてもいいですか。わかりました。ちょっと触ってみます。まあ別に普通ですね。そうですね。別に、何もしてない塗装全然普通の、別に滑ってもないし、まあ普通です。でこれがめっちゃ滑るってことですよね。そうですね。はい。全然普通ですよ。全然普通、何も滑ってない。その感覚ちょっと覚えておいていただいて。わかりました。この全然滑らん感覚からどこまでなるかですね。はい。じゃあそしたらボンネットの施工ですね。ボンネットやっていきたいと思います。お願いします。でシュッとして2回3、4。あとはクロスで塗り広げる感じで半分ぐらい全然いけるんですね。4プッシュで伸びますね結構。そうですね。この液自体の伸びが非常にいいので、細かい範囲にめちゃくちゃ拭かなきゃいけないとか、そういうことはないです。なんかツヤ上がりました。いや気のせいか。早すぎますか。いえ、塗ったそばから深いツヤが出るっていうのが一つ、売りのいや多分なんかツヤ上がった気がしますよ。なんかこんなね5秒ぐらいでしたけど、なんか綺麗になったな。ちょっと後で見ますね動画で。なんか綺麗になった気がします。結構液が伸びるんで、そんなに液を大量に使わないので、このぐらいの車のサイズだと今回の商品で約10台ぐらい、ボディガラスホイール全部やって10台ぐらい使ってもらえるような容量になってます。ここも同じく、このヘッドライトのところも塗って大丈夫なんですか。大丈夫です。じゃあヘッドライトとか、こういうミ塗装樹脂にも使ってもらいます。もう全体的にいける感じで。こういうクリアのパーツももうスキッと仕上がる。あとこういう結構グリルとか複雑な形状のところは、直接拭くというよりはクロスに直接。こういうちょっといろんなパーツが、こういうパーツのところ全部使ってもらえますんで、もう一気に拭いていただいてシームレスに作業してもらえる。施工性じゃめちゃくちゃいいですね。そうですね。もうここに使っちゃダメとかあるとちょっとやりにくいので、そういったことがないようにもうシンプルにかけて拭くだけでいけるって感じですね。でかつムラにならないと。でもそこを徹底的にこだわりはったってことですよね。しっかりとした、深いツヤは欲しいんだけども、そのためにムラとずっと格闘して何回も拭いては角度を変えてみてっていうのが、その角度を変えてみるってめっちゃわかりますねそれ。それが結構嫌だったので、そういったものがないようにしたかったっていうのがあります。でちょうどこのミラーのところ新車なんですけど、なんかちょっと小傷があるんですよね。なんか見えますよね。そうですね。うっすらありますよね。で今回ちょっと傷埋め効果もあるということで、施工してみたいと思います。ビフォーアフターで。どうでしょうかね。ちょっと深めのところはちょっとマシになりましたねけど、けどやっぱ強いな。深めのところが埋まりきらないですね。傷多分だいぶ薄くなりましたよね。完全に消えたまではいかんけど、その周辺にあった本当に薄い細かい傷は埋めれて、さらにちょっと深めのものについてはやっぱり埋めきれない。多分誰かがミラー当てたってことですね。そうですね。だるいこと起きましたね。じゃあ次ドアパネルやっていこうと思います。で結構今回つるすべ感にもこだわってるんですけども、それが一番体感してもらいやすいのはこのドアノブかなと思いますんで、ぜひ施工後ですね、車を動かす時に意識して触ってみていただくと、なんかちょっと触り心地変わったなみたいなのは感じてもらいやすいのかなと思います。天井もやっていきます。でボディと窓ガラスもいけて、あとはホイールもいけるんですか。ホイールもいけます。洗った時の順番とは逆になるんですけど、ホイールはですね汚れが残ってたりしやすいパーツになるんで、ガラスボディが終わった後に一番最後にやるということで、わかりました。やっていただいた方がいいです。じゃあホイールもですね、奥にブレーキローターとかありますんで、もうクロスに取って拭いて、で塗っていくって感じですね。そうですね。
だいたい2プッシュぐらいで1本丸々いける感じですか？そうですね、17インチぐらいとかだと1プッシュもしくは2プッシュぐらいあれば十分です、これやっぱホイールに簡易コーティングすることでなんか汚れにくくなるとかもあるんですか？撥水させることで汚れを付着させにくくはなりますね、毎回の洗車が楽になるということですね。そうですね、汚れの付着を極力抑えるんで、じゃあこれで施工が終わりということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっとボンネットの滑り具合を見てみますか。はい。めっちゃ滑るじゃないですか。何これ。さっきだって止まりましたよね。そうですね、ビタって。いやすごいわ。ちょっと一回ほな触ってみますか。はい。はい。あ、全然違う。何これ。スーっていきますね。すごいすごい。塗っただけですもんね。さっき塗っただけですね。すごいな。このスベスベ感がやっぱこだわりはったところですよね。そうですね、はい。それはタオルもこんだけ滑りますよね。ドアノブ特にすごいですね。何これ、ちょっと滑りすぎて持ちにくくなりましたね。ちょっと危ないですね。ちょっと危ないです。すごいな。こんなつるつるなるんですね。すごいな。全然違いますよ。そこは従来品とか、はい、そんなところからも全然違うものを目指したポイントですね。はい、ということでこれで完成ということで、はい、完成しました。ありがとうございます、なんかやる前と比べて明らかにちょっと赤が濃くなった気しますね。鮮やかさが上がったかなと思います。で一応これ塗った直後なんですけど、どれぐらい乾燥はどれぐらいに完成するんですかね。施工して約1日以上置いていただくと、中にですね高反応型白木さんでこだわりポイントでお話ししたんですけど、その名前の通り反応していきながら皮膜を定着させていくような成分なので1日ぐらい置いていただいた方がいいです、でここでちょっとコツというか、ワンポイントアドバイスみたいなところあるんですけども、特に今日みたいにちょっと寒い日なんかは施工した後直射日光を当ててやって車自体を日光浴みたいなことをさせてあげると、よりしっかりと皮膜定着につながりやすいんで、ぜひ試していただけたらなと思います。わかりました。じゃあ塗った直後は1日2日ぐらいは放置して、乾燥させてあげて、その間は水濡れとかはやめといた方がいいですよね。濡れない方がいいんですが、仮に施工後雨降ってしまったっていう状況でも、すぐ台無しになってしまうわけではないので、そういう時に定着前に焦って拭いてしまうとまだボディとかにくっつく前の状態なので取れやすくなっているっていう、その辺だけ注意していただければ問題ないです。わかりました、じゃあ3日や3、4日したらちょっと撥水具合もまたチェックしますので、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。この撮影の後に2日間しっかりと車を乾燥させてからいつも撮影している個室洗車ブースにやってきました。外で見た感じ明らかに施工前と比べてもツヤッツヤになりましたよね。こちらのブースの横にプロのコーティング屋さんがいて、その中の人にもめちゃくちゃツヤツヤですねって会った瞬間言われたので、施工直後と比べても明らかにツヤは上がりましたね。それでは室内に入れてツヤと撥水具合を見てみます。まずツヤですが水飴みたいですね。このツヤが出て施工性簡単なのにちょっと高いランチぐらいの値段で買えるコスパに優れてるので、プロに本格的なプロ用コーティングをお願いすると20万円ぐらいかかるので、それの100分の1の値段でこのツヤが自分で簡単に施工できるのはバグってますね。そして気になる撥水がこちら。ボンネットもバッチバチに弾いてますね。施工前も多少弾いてましたが、弾かないところもあったりムラがあったんですが、この通り水が弾かないところはなく全体的にムラがゼロでなかなかの撥水具合ですね。そして窓もこんな感じ。サイドガラスもリアも水が流れていってますね。ただ今回フロントガラスは86の説明書を見たら安全装置のカメラがついてるのであまり推奨しないと書いてあったのでフロントには塗ってないです。ここは車によるので一度説明書を読んでみてください。またホイールもこんな感じで塗ったところに関しては水がかなり弾いてて、下の方も水滴なくなってるのが見えると思うんですけど、こちらがあえて塗れなかったホイール。やっぱりこう見ると下に水が溜まって撥水が悪いですよね。この撥水するおかげで汚れもつきにくくなるし、何より洗車後の吹き上げの時にブロワーを使うだけで水分が8割ぐらい風だけで飛ばせるようになって、タオルを使う量も減らせて圧倒的な時短になるので、何もコーティングしないよりかは絶対にコーティングはした方がいいと思います。
プロの本格的な10万円以上する高価型ガラスコーティングはちょっと高すぎて手が出ないって方は、今回のソフト99から新たに発売になったレインドロップゴールドグロスがおすすめ。施工性も簡単で素人がやっても無駄にならずに施工できます。7ヶ月耐久なので、プロ用のコーティングみたいに一度失敗したらポリッシャーで磨かない限り絶対に落ちないなんてこともないので、ぜひ気軽に試してもらえたらなと思います。今回紹介したレインドロップゴールドグロスは動画の下にある概要欄に詳細を確認できるページを貼り付けておくので、気になった方はぜひ他の方のレビューも参考にしていただければと思います。ということで今日はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。